なんとか重工です。よろしくお願いします。お願いします。今回は誰得になるかわからないですけど、マシニングネタの小ネタですね。小ネタですね。小ネタ、本当小ネタなんですけど、僕らにしてはすごい重要なんですけど、すごい重要ですけど、それいいね、俺も買おうってなる人はほぼほぼいないんじゃないのかなといないと思います。少し前の動画になるんですけど、アリエクスプレスはいはいはい。っていう中国系の販売サイト、通販サイトですね。通販サイトで、バイクパーツを買ってみたんですけど、今度はまた違う中国系の販売サイト、何だったっけ、バングッドバングッドですね。たまに動画見てたら紹介してる人も見かけるサイトなんですけど、そのバングッドでちょっと面白いアイテムを見つけました。それを紹介したいと思います。はい。ここに置いてあります。はい。何これ。わかりますかね、これ。わかるわけないじゃん。何かわかります。わかる人いますかね、これ。同業者でもあんまりわかんないじゃないですか。わかんないかもしれない。今このマシニングセンターっていう機械の前に立ってるんですけど、たまにマシニングセンターで加工している動画を上げてると思うんですよ。で、そういう動画を上げるたびにほぼほぼ確実に入ってくる質問が、その白い液体何ですか。はいはい。大体あります。大体入ってくるじゃないですか。これクーラントっていう液体なんですよ。これは、切削加工をするときに、切り子とかが発生するんですよね。それを、その刃物付近から洗い流すための役割と、刃物と素材を冷却するための役割がある、液体を、ぶっかけてるんですけど、大体これなんやねんと質問をいただくと。で、僕らとしてもできればかけたくないんですよ。そうですね、見えなくなりますからね。加工の今そこを見たいところにバッシャバシャかかってるから何も見えなくなっちゃうんで、本当はかけたくないんですけど、かけないことにはなかなか加工がしんどい。そうですね。溶着したりとかして、そうですね、刃がダメになったり、もう材料そもそもがダメになったりするんで、かけるひどい時にはエンドミルが折れたりとか。そうですね。エンドミルっていう刃物がその溶けた切り子でねちょねちょになって、切れなくなってそのままボキって折れると。で、そのエンドミルが200円300円ぐらいのもんならいいんですけど、数千円、高いものでは数万円するんで、折りたくないと、はい、でも加工は見せたい矛盾で、それを解決するのがこれ、はい、バングッドでいくらだったっけ、1000円か2000円か、なんかめっちゃ安かったんですよ。めっちゃ安いです。めっちゃ安いです。1000円そこそこやったと思うんですけど、これ何かというとミストクーラントシステムですよね。ドバーってクーラントかけるじゃないですか、はい、あれをエアーの力で霧状になったクーラントをかける、何のことか分かります何のことか分からんんですけど、これで動画の質が上がるんじゃないのかということで買いました。そうなんですよね。その切削の加工も見えるし、ちゃんとクーラントの役割も満たす。そう、クーラントをかけないことによって高まるリスクをこいつでちゃんと下げつつ動画も見やすくなる。はい、かなり重要ですよね。重要。僕らにとっては、本当視聴者の皆様に至ってはですね、何の話やっていう感じなんですけどちょっと、1000円そこそこで動画の質が上がるんだったらちょっとやってみたいなという。そうですね。誰得レビューを始めたいと思います一旦使えるかどうか、やってみたいと思います。機械に取り付けて使えねえってなったら話にならないんで、そうですね。結構つけるの大変なんで、まず使えるかどうか。エアーはつないでます。コンプレッサーから供給される。で、本当はクーラントを通すんですけど、この中に水が入ってます。で、この水を吸い出してここから出るらしい。どれぐらい空気と水が混ざってそうミストになる。ここからいい感じに出るっていうはず、ね。よく大型ショッピングモールとかの通路とかで上からミストがバーってあれでしょ。そう、夏のやつ確かに冷却されてるあのクーラントバージョンにしたいっていう、そういうやつです。で、エアつながってるんで、これが一体どんなミストになるのかということですね。ではこのチューブの先端を水につけて、
はい、ここ、はい、こんな感じですね。怖っ。いいですか、あっちで。はい、いきます。外せない。おお、これすげえすげえ。めっちゃすごない？あ、ほんま霧みたいな。あ、これはこれすこれはごい。これは使えるんじゃないですか。使えますね。もっとボタボタしたりとかうんうんうん。したら嫌だな、そういうレビューになんねえなと思ってたんですけど、まあちゃんと出てると。そうですね、使えそうですね。はい、ちょっとタイムラグがあるんですね。こう不圧でうん。吸い出すんで、この距離水がこう行くんで多少あれですね。いや、いい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 。これは効果出そう。あれ？ここめっちゃいい感じです。いい感じ。いい感じ。あ、こっからもエア出てますね。それ仕様じゃないですか。なんかここから冷却させてる。ちゃうでしょ。このフレキシブルジョイントのこの隙間から若干エアが漏れてる。漏れてる。なんかこっちに手にエアがかかるなと思うんです。こっから若干漏れてるけど、まあええか。まあまあ使えるからね。まあ1000円そこそこ。そうですね。贅沢を言うなと。まあ僕は細かいだけか。1000円なんで。1000円なんでね。多少気になるけど、まあ問題はない。いい感じ。いい感じ。これでもう動画の質が上がると僕信じてるんで。はい。はい。とりあえず、じゃあ実際にはい。機械に取り付けてはい。使ってみましょよかった。まともに使えて。う。イエーイ。ちょっと構造が気になるんで分解してみたいなと思います。ここからエアーが入って抜けると。で、エアーが抜けるときに負圧がかかって、ここから水を吸って、なんかこう混ざってバーッと出るっていう感じなんですけど、中身がどうなってるのかちょっと見てみたいと思います。どこからばらそうか。先端なんか手で緩めれる感じなんで、先端をノズルがありますね。なるほど。チューブが先端までつながってる感じですね。ここら辺で水と空気を混ぜて通しとんかなと思ったんですけど、ここら辺では混ざらずに先端で空気と水が混ざるような感じになってます。なるほど。とりあえずあいつが使えるということで、ちょっと浮かれてホームセンターに必要になるであろう資材を買いに行ってきました。付属のホースだと短いんで、ホームセンターに売ってたビニールホース買ってきました。内径はちょうどいいやつがあったんですけど、外径が同じものが全くなくて、若干外径が大きい、1ミリぐらい大きいんですけど、なんとか使えるんじゃないのかなと思って買ってきました。メーター48円を5メーターと、配管、エアーの配管に必要なちょっと手持ちで足りなかった分を買ってきました。で、切削液のタンク、麦茶とか入れるやつですね、とりあえず使おうかなと思って買ってきました。では製作していきたいと思います。早速問題が発覚いたしました。付属のホース、これ直径4ミリなんですよ。でこれ直径5ミリなんですけど、いけるやろうと思って買ってきたんですけど、一部外径が重要なポイントがありまして、この本体に固定するためのボルトがあるんですけど、ここをなんか通さないといけないんですよね。これが通らない。無理くり押し込んだら通らなくもないから通らない。なんで
穴系を拡大したいと思います。このちょうどいいサイズを買ってもいいんですけど、ちょっともう時間あんまりないんでこっち側を加工します。で内径はすごいちょうどいいですね。内径はすごいちょうどいい。外径だけちょっと合わないんで、これの穴を拡大したいと思います。5.1 のドリルでちょっとね拡大してきました。これでなんとか通るでしょう。いきます。はい、余裕ですね。なんとかいけるでしょう。ホース買うの時間かかるんで、これオーリングも通るんですけど、オーリングはもともとなんか結構きつきつめだったんで、これもちょっと伸ばしつついったらいけるんじゃないのかなと思います。いけるでしょう。いけるよね。一応いけます。こんな感じで設置していきたいと思います。コースの延長成功しました。これで機械に設置しやすくなったと思います。終わりました。お疲れ様です。なかなか大変でしたよ。本当ですか。はい、とりあえず出来上がりがこちらになっております。おお、なんかシステマチックになんかメカメカしてますね。メカメカしましたね。この赤い線、赤いコードと青いコードがもともとなかったやつですね。なかったやつですね。新しく今回つけたやつ。はい、この
まあエアフォースなんですけど、はいエアフォースは機械から引き出し、まあ機械が圧縮空気を出せるんで、はいまあそれを引き込む感じで、はいこの買った本体に入ると。はいでこれはまあ買ったやつはい。で、ここに出てるホースがクーラントを引き込むためのホースと。なるほど。でまあここにバルブがねあったんですけど、はい。機械側でオンオフできるんでバルブはもう外しました。シンプルな感じになるように、なるほどなるほど。出っ張りとかがないように。いやなんかかっこいいですね。すっごい冷たいやつが出そうですね。これね性能がある意味すごすぎてはすごい量が出ます、ミスト。い。へえ、それいいじゃないですか。がちょっとやりすぎてるなと思って、ちょっと逆に見えなくなっちゃうみたいな。ちょっと動かしてみましょうか。あ、わかりました。では実際にミストを出してみたいと思います。いきます。はい、エア出てますよ。エアだけ？エアだけしばらく時間かかります。入ってきましたかね。入ってます。今出てます？今出てます。分かりづらいですけど、画面ですと全く見えないですね。あ、いいじゃないですか。いい感じじゃないはい、です今出てますか。おお。ね。はい、ではちょっと止めますね。開けてみますね。はい。あ、なんかモクモクしてる。わかります？ライトのところ分かりやすいですね。このもやってる感じわかります？はい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 。ミストって感じですね。これが非常に体に良くない。僕喘息持ちなんであんまりこう良くないですよね。咳が出ちゃう。咳が出ちゃう。でこれ実は手加減してこれなんですよ。あそこをちょっと見てもらっていいですけど、タンクがあるんですけど、はいはいはい。クーラントタンク。はい、ここにどこにも繋がってないホースがあると思うんですけど、はいはい。なんか分岐してますね。はい、ここに穴をちょっと開けてます。ほう。で不圧で吸い込むときに空気もちょっと吸うようにしてるんですよ。ああ、そのクーラントだけじゃなく、エアも混ざるように。満タン状態でクーラントが入っていくとものすごい量のミストが出るんですよ。へえ、今の日じゃないぐらいの。今の日じゃないですね。喘息持ちの僕はかなり厳しいレベルのミストが出て咳が止まらなくなるんで、へえ。ここに穴を開けて微妙に空気が入るように調整してミストをちょっと少なめにしてます。なるほどなるほど。でこれを固定してるんで、あ、そのX 軸が動いても X 軸が動いて Z 軸が動いても動かない。勝手に落ちたりしないようになってると。ああ、素晴らしい。なんていうんですかね、クーラント土間掛けと、ミストクーラントやったらどんな感じなんかっていうのを後で比較動画をやりたいと思うんで、またこれを見てもらって、ミストクーラントめっちゃ見えるようになるやんってなると思いますんで、ちょっとそっちを見てもらいたいなと思います。いや、めっちゃ楽しみですね。ではもういいか、さすがに。そうですね。なんか普通に煙ってきた。止めます。これね、開けるとえぐいですよ。真っ白。もう喘息持ちなんでね、これやりすぎると危険なんで、実際やるときはマスクをつけてはいはいはい。やりたいなと思います。不用意に開けてはいけません。えぐいっすね。なんか匂いもすごいし。これは機械の上がもわっとしてますけど、伝わらない。伝わるか。すごいな。一応これね、ミストコレクターついてますけど、はい、これね、すぐ開けたら一緒ですからね。ちょっと時間置いといてから開けないと。これカメラ壊れないですか？アクションカムで僕たち撮ってますけど。アクションカムはケースついてるんで、防水だから大丈夫。大丈夫でしょう。でこの α7 は？ α7 は知ります。本当ですか？僕らアクションカムもそろそろ買い替えたいんですけどね。いやRX02 が僕はすごい気になってますけど。
僕そこまでいかなくてもいいんで、ちょっとアクションカムのジョイ5感、AS3000 とか、全然わかんないです。今僕らが使ってるの AS30 なんですよ。 30 から3000、100倍100倍ですね。4K 動画も撮れちゃうという。ああいいですね。で画角ももうちょっと狭くできるんですよ。そうなんですか。結構広角じゃないですか。はいはいはい。結構いらんところが映ってるんですけど、はい、もうちょっと映したいところをピンポイントで撮れる。そんなことはどうでもいい。でもこれから改善していかなあかんなっていう。これの比較動画上げるんですけど、ちょっと暗いんですよね。はいはいはい。なんで庫内もちょっと明るくしたりとかしていきつつ、もうちょっと加工の方が見えるような感じに整備していきたいと思ってます。素晴らしい、はい、お願いします。というわけでこれ第1弾でしたけど僕の方の機械にも作ってくださいよ。やり方は伝授するんで、という感じで、はい、比較動画をちょっと見てもらって、はい、この動画終わりにしたいと思います。はい、比較動画ぜひ見てください。はい。